これ毎回忘れるとか、習ったのに思い出せないっていう気持ち悪い感覚がスーッと消えて、法則さえ覚えてしまえば簡単なはずですよね。なのになぜか覚えられないし、覚えたと思っても活用できない原因は、皆さんこんにちは。今日もセイジャパニーズポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。それでは今日も、今日のエピソードでたくさん出てくる言葉を紹介します。今回はいつもよりちょっと簡単めかもしれません。N3 くらいです。それでは行きましょう。上達する improve。飲み込みが早い be a quick learner learn quickly。分析する analyze。効率 efficiency。繰り返す repeat。吸収する absorb。まとめる summarize or organize。定期的に regularly。苛立ち frustration。強制する to force。定着する to stick or the knowledge sinking。では早速本題に入ります。皆さんは日本語を学び始めて何年になりましたか？これまでどんな学び方をしてきて上達を感じていますか？私は英語は学校で子供の頃から勉強していて、で、ドイツ語は大学で4年間、特にドイツ留学の間はしっかり勉強して、で、スペイン語は20歳の時から6年間勉強しています。で、今のレベルとしては、英語は仕事も日常生活も問題なく使えるという感じで、で、ドイツ語は結構頑張って勉強したつもりだったんですけれども、結局 B1、B1 くらいで止まってしまって、で、その後スペイン語の勉強を始めたら、もう全部抜けました。多分2カ国語以上外国語を同時に勉強している人はわかると思うんですけれど、まだあまりうまく話せてない言葉を勉強しているときに、他の言葉を勉強すると、何か言おうと思っても、例えば、ドイツ語で何か言おうと思っても、勝手にスペイン語になって出てくるんですよ。なんか、あの瞬間ってすごい自分に裏切られた気持ちになるんですよね。脳の中では、ドイツ語、ドイツ語、ドイツ語って分かってるのに、なぜか口から出てくるのはスペイン語っていう。まあそういうわけで、ドイツ語はもう全然できなくなってしまいました。で、スペイン語は、今は、まあレベルで言うと B2 とかだけど、語彙とか文法で言うと B2 なんですけれども、スペイン語を使う機会が多いので最近、なので、半日くらいなら、スペイン語だけでもどうにか過ごせるくらいの会話力は身につきました。で、面白いのが、英語は、例えば、まあ、10歳ぐらいの時からなので、16年くらい、勉強しているというか、まあ、勉強したのは10年間くらいですけれども、最初の8年とか10年とか学校にいた頃は、もちろん文法とか語彙は身についたんですけれども、ドイツに行った時は、全然話せなかったんですね。話せないというか、会話についていけなかった。で、ドイツに行ってからの短い3ヶ月間でもうすっごい勉強頑張って、で、どうにか会話についていけるようになったんですけれども、で、その間、ドイツ語は大学に入ってからももちろん授業を受けていたし、ドイツ留学中も週に4コマとか5コマとかドイツ語の授業を受けて、で、プライベートのドイツ語の授業も受けていて、
で、しかもちょうどコロナが始まったので、寮の部屋にいる時間が長くて、その間1日5時間とかずっとドイツ語勉強していたんですね。なのになぜかその1年間でそんなに上達することはなくて、結局さっき言ったように B1 止まり。そしてスペイン語は、大学でもちょっと授業は受けたんですけれども、基本的に独学というかスペイン語の授業、プライベートレッスンとかは受けていたんですけれども、その大学みたいにちゃんと組み込まれたカリキュラムとかはなくて、自分で結構適当に勉強していってたんですけれども、結構簡単に喋れるようになったんですね。勉強し始めて1、2年経った頃には、例えばスペインに来た当日、なぜかホステルのチェックインの仕方が知らされていなくて、電話で電話して、どうすればいいんですか、何時に着くんだけどみたいな会話しないといけなかったんだけど、それも大丈夫だったくらいなんですね。なので、同じ私という一人の学習者の中にも、その、すごい時間をかけて勉強したはずなのに、あまり上達できなかったっていう場合と、まあ、そんなに時間はかけなかったのに、なぜかすごく上達できたっていう場合があったんですね。で、私は同じようなことを、その日本語の生徒にもたくさん見かけます。私は18歳の時から英語を教えていて4年間。で、21歳の時からもう5年かな、日本語を教えているんですけれども、なのでいろんな生徒を見てきたんですけれども、その中でもやっぱりすごく時間をかけていろんなことをしているのになぜか進みが遅い人と、そんなに頑張ってる感じじゃないのに、なぜかいろんなことをどんどん覚えられてる人とか、気づいたら話せるようになってる人とかいるんですね。で、それの違いって、まあもちろん時間をしっかりかけて頑張ったら、その分上達は必ずすると思うんですけれども、あとはもともと飲み込みが早い人とか、もともと他の言語の知識がある人とかそういった違いもあるんですけれども、もう一つすごく大切だなと思っていることが、賢く勉強することです。賢く勉強するってどういうことかというと、まあ、例えば自分に合った方法をするとか、今やってる勉強の仕方で本当にいいのかどうかっていうのを分析する力、振り返る力とか、上達する可能性のある勉強計画を立てることとか。で、特に多分このポッドキャストを聞いてる皆さんは働いている大人が多いので、学校で言語を勉強するときのように、これを何時間勉強して、このテストを受けてっていうカリキュラムがなくて、全部自分で選ばないといけないですよね。その授業を受けているとしても、どの授業をどれくらい受けて、じゃあ授業以外の時間で何するかっていうのは、結局自分で決めないといけないですよね。なので、この勉強方法を勉強方法の選び方とか、プランの立て方とかで、勉強、言語学習の上達の速さに違いが出ているっていうのは、私自身を見ても、私の日本語の生徒たちを見ても、すごく痛感します。で、もちろん、もし日本語を勉強する、その過程自体が楽しい。別に早く上達しなくてもよくて、日本語を勉強するために授業を受けてるとき、日本語を勉強するためにポッドキャストを聞いているとき、
それ自体がすごく楽しいっていう人は、それはそれですごくいいことだと思うので、別にそこからもっと効率よく勉強しなきゃとか思わなくていいと思います、全く。ただ、私とかは、めんどくさがり屋ということもあって、こう、何かしら上達が見えないと、モチベーションを失ってしまうんですね。なので、せっかくなら、効率よく、なるべく早く上達が見える勉強方法を取りたいなと思っています。で、今回は私の今までの学習方法を振り返って、上達を妨げていたこと、こダメだった勉強法というか、私には合っていなかった勉強法とか、もっとこうすればよかったのになっていったようなことをちょっと分析してコツをお伝えします。それでは私にとって、効果がなかった勉強法、もしくは上達を妨げていた勉強法、その1、習ったことをそのままにすることです。これがもう一番もったいないことだなと私は思っていて、例えば日本語の授業を受けて、で、そこで多分みんないろんなことを学びますよね。新しい単語、新しい文法。で、それを授業が終わったら、もう何もしない。そのまま。とか、ポッドキャストを一回聞いて、その後何もしない、そのまま。とか、アプリで一回勉強して、そのまま。日本語の本を読んで、そのまま。とか、誰しも一回だけ学んで、もう、そしたら頭の中に入って、その知識が定着したらどんなにいいかと思うんですけれども、よほどの特別な才能がある人じゃない限り、そんな一回で入ってくるっていうことは、ほぼないです。で、たまに、ポッドキャストとかをずっと聞き続けて、聞き流す勉強法とかっていうのもあるんですけれども、あれは、まずは時間がかかる、その効率が悪いので、時間がかかるけど、例えば、運転たくさんする人とかで、たくさん聞く時間がある人は、ぜひ、効果がある素晴らしい勉強法なんですけれども、で、もう一つは、ああいうのって、あれも一回聞き流すだけじゃ効果が全然なくて、まあ、半分くらい分かってたなら最初で、2回目、少なくとも2回目聞き流す。もし最初聞いて30%ぐらいしか分かんなかったなら、もう3回ぐらい聞き繰り返す。っていうやり方じゃないと、なかなか効果は出ないので、聞き流す勉強法とかでも、やっぱりそのままではないんですね。で、これが一番もったいないなって思う理由が、こういうことをやってしまう人たちって、まあ、つまり、勉強しようという気持ちはあって、実際に勉強してるんですよね。日本語の授業を受けてる、ポッドキャストを聞いてる、アプリを使ってる。そこまでは素晴らしいのに、せっかくそれをやってるのに、実際に知識が定着するまでのことをやっていないせいで、入ってくる情報の量はたくさんあるのに、それがもう頭の中に入って、そのままスーって通過しちゃって終わりになってるんですよね。それってものすごくもったいないし、それこそ勉強したと思ったのになぜか定着してない。なぜかすぐ忘れちゃう。なぜか上達していないって感じる原因だと思うんですね。なので、繰り返しやるってめんどくさいことだとは思うんですけれども、やっぱり絶対必要なことだと思っています。で、じゃあ、その習ったことをそのままにしないなら、どういうふうに繰り返す、もしくは復習すればいいかということなんですけれども、もし時間が
あんまりない人なら、まあ同じことを同じように繰り返す。例えば、ポッドキャストを2回目聞くとか、アプリで同じレッスンを2回目やるとか、授業で読んだ文章を次の授業でももう一度読むとかで十分なんですけれども、もしもう少し時間がある人は、ぜひ1回目のその知識の吸収の仕方と2回目の吸収の方法を変えてやってみてほしいです。例えば、1回目でポッドキャストを聞いたなら、2回目はそのトランスクリプトを読むとか、このサイズジャパニーズ、ポッドキャストも、あのパトレオンでトランスクリプト、振り仮名付き振り仮名なし、そして英語訳でキーワードまで全て入っているので、これももし今聞いているっていう人は、2回目はぜひ読む、もしくは読み上げるっていう風にしてほしいし、例えば授業で先生から何か新しい言葉を教わったなら、自習では今度それを読み上げるとか、逆に授業中に何かを読んだなら、復習では、それをまずは自分で読み上げて、それを録音する。で、録音したことを今度は歩きながらとか聞いてみる。こういうふうに1回目のその勉強方法と2回目の勉強方法を変えて、でも同じ内容を繰り返し勉強することで定着率がぐっと上がります。で、これだけでも十分なんですけれども、もしもっと時間がある人は、この習った内容を自分でノートにまとめてほしいです。で、まあ、ノートにまとめると言っても、もうただ単に習ったことをバーって書いていけばいいわけじゃなくて、私のおすすめは、単語用の本というかノート、小さいノートと、文法用のもうちょっと大きめのノートを2つ用意します。で、単語用は結構適当でも大丈夫。とにかく新しく出てきた単語をそこにどん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 書いていく。おすすめは一行に日本語、もう一行に、皆さんの母語の言葉を書いて、で、ちょっと今手元にないんですけれども、小さい紙とかを破って四角く作って、紙で自分の母語の言葉もしくは逆に日本語の言葉を隠しながら覚えていく。で、このノートは小さい方が良くて、なぜかというと、持ち歩きたいから、持ち歩いて、暇な時間に、ちょっと隙間時間に見るとか、持ち歩いて、日本語学校に行った時に、新しいノート、新しい単語をすぐそこに書くとか。で、書き方も適当でいいです。もう、日本語の授業を受けながらその場で殴り書きとか、自分さえ後で分かればいいので、適当で大丈夫です。で、一方、文法のノートはもう少し大きめにして、で、これはちょっと、時間があるときに落ち着いてまとめるっていうことをお勧めします。で、この文法のノートはどういうふうに使いたいかっていうと、文法ってすっごい量ありますし、で、同じ文法をたくさん使うことって多いですよね。例えば日本語で、じゃあ、定フォームを覚えたとしたら、その後、日本語で話してるとき、毎回テフォーム出てきますよね。で、そのテフォームが、例えば、下がってなのか、読んでなのか、話してなのか、こういったどの動詞がどのテフォームの活用になるかって、一回見て覚えたと思って、次話そうと思っても出てこなくて、わあ、この前やったのにな、なんだっけって調べるんだけど、じゃあ話すは話してか。で、次の時になったらまた、じゃあ読むはなんだっていう風に、毎回毎回、あ、忘れた。あ、これか。あ、そうだそうだ。
で、また次の時、あ、忘れたっていう風に、もう一生覚えないっていう、一生覚えないし、ずっとまた確認してるし、なのになぜか覚えないっていうことが多いですよね、文法って。特に動詞の活用とか。で、私これすっごく嫌いで、なぜかというと、気持ち悪いし、悔しいから。その、文法のルールは一回習ったんだけど、じゃあ実際にどうやって使うかっていうのを忘れちゃって、で、なんか例えば私にとってはスペイン語ですけれども、スペイン語の先生と話してるたんびに、なんだっけこれ、あ、そうだそうだ。これはなんだっけ、あ、そうだそうだっていうのをずっと繰り返している。もう、さや、いい加減にしてっていうふうに思ってしまうんですね。で、これをどういうふうに解決するかっていうと、まず、これがなかなか覚えられない原因って、文法って本当は法則さえ覚えてしまえば、あとは法則に従うだけなので、簡単なはずですよね。なのになぜか、この法則を覚えられないし、覚えたと思っても活用できない原因は、その法則を頭の中だけで思い出そうとしているので、毎回混乱してしまって覚えるのがどんどん難しくなるので、文法に限ってはそういうふうに覚えるんじゃなくて、視覚的なアプローチが一番効率的だと思っています。視覚的っていうのは、例えばじゃあ過去形を覚えたいってなったら、ノートの1ページを過去形の活用を書くのに使って、ノートに表を作る。で、例えば縦列は動詞の種類。例えば、動詞グループ1、グループ2、そして irregular verbs とかで縦列で分ける。で、横列は、例えば普通形、カジュアルフォーム、丁寧形、ポライトフォーム。で、その下が否定形、ネガティブ。で、その下がポライトネガティブっていう風に表にして、で、そこにそれぞれの活用の方法を書いていく。で、作ってしばらくは、その過去形の活用方法を忘れたら、毎回そのページを確認しに行きます。でも、それを繰り返していくうちに、見なくてもスッと出てくるようになるんですね。で、それはなぜかというと、頭の中で、その表の中の位置を覚えてるからなんです。その、何回も何回も同じものを見てると、どの場所に何があったかって頭って結構簡単に覚えてくれますよね。で、私、この文法の活用をまとめるちっちゃいノートっていうのを、ドイツ語でもスペイン語でもどっちも作ったことがあるんですけれども、それを作った瞬間に、これ毎回忘れるとか、習ったのに思い出せない。なんでいつもいつも同じことを確認しないといけないんだっていう、気持ち悪い感覚が、スーッと消えて、急に勉強の楽しさが増えたし、そのすでに習ったことに対してもやもやしている部分がなくなったので、新しい単語とか新しい文法も覚える余裕ができたんですね。で、もちろんそのノートを作ってすぐに覚えられるわけじゃないけれども、そのさっき言ったように位置を見て覚えてるので、それを何回も確認していくうちに、ちょっとずつ覚えてきているっていう感覚もしっかり感じられたので、勉強するって楽しいんだったっていうふうに思い返したんですね。で、こんなに素晴らしいノートなのに、私、めんどくさくてなかなかやんなかったんですけれども、もうやった時には、もっと早くやっておけばよかったのにっていうふうに、我ながら自分に呆れました。っていうくらい私にとってはすごくよく使える、勉強法です。で、これもちろん自分で作るのには時間がかかりますから、
そんなに時間ないよっていう人もいるかもしれないんですけれども、そんな皆さんに嬉しいお知らせです。実は、そのノートを私が作りました。定フォームとか動詞のすべての活用、すべてかな、ほぼすべての活用と、あと、助詞ですね。その、わ、が、まで、に、からとか、助詞を多分、30個、2、30個意味と一緒に入れて、あと例文も一緒に入れて、1日、2日、3日とか、曜日、カウンター、3つ、4つとか、忘れやすい語彙もなるべくたくさん入れたし、基本的な敬語も入っているし、形容詞の活用の仕方も入っています。全部で30ページの PDF にまとまっています。なので、自分は初心者じゃないっていう方でも、N3 とか持ってても未だに活用の方法を忘れちゃうことあるじゃないですか。で、そういう時に自分にイラッとするんじゃなくて、あ、はい、忘れちゃったねって言って PDF を見に行けるようになってるので、ぜひ無料でダウンロードしてみてください。完全に無料になっています。リンクはキャプションに貼っているので、ぜひ見てみてください。この PDF、名前はもう忘れないと書いてあります。となっています。意味は I will not forget again ですね。はい。それでは、最初の一つが大きくなってしまいましたが、勉強がなかなか伸びない原因、二つ目。喋れなくてイライラする。できなくてムカつく、悔しいっていう経験を十分に作らないことです。私、ここ1年くらいかな、スペイン語がぐーんと伸びまして、その理由が何回かポッドキャストでも話したんですけれども、スペインで、あダンス教室に通い始めたんですね。で、ダンス教室の人たちはみんなすっごく優しくて楽しくて、私にも話しかけてくれるんですけれども、全部スペイン語です。なので、週に2回、たまに週3回とか行くんですけれども、行くたびに、これ言いたいのに話せない。話しかけてくれてるから、会話続けたいのに続けられない。レッスンの後、みんなでビール飲みに行こうって誘ってくれたのに行けないっていう、悔しいって思う瞬間が少なくとも週に2回強くあるんですね。なので、それでもっと頑張りたいと思って、スペイン語の授業も再開して、で、大体スペイン語の授業を予約するのも、そのダンスのレッスンが終わった後、帰り道に悔しいと思いながら、スペイン語の授業を予約することが多いです。で、恐ろしいことに、たまに1ヶ月の冬休みとか、1ヶ月の夏休みとかあるんですけれども、私、その間全然勉強しないんですよね。そんなに、自分のことなのにびっくりみたいな感じで言うことでもないんですけれども、よし、じゃあこれから1ヶ月ダンス教室休みだから、この間はスペイン語勉強頑張ろうと思っても、後回しにしてしまって、で、気づいたらまたダンス教室が始まっていて、何もやらなかったってなって、でも、それで毎週ダンス教室に通うたびに悔しいと思って勉強するという感じなので、つまり言いたいことは、私みたいにめんどくさがりな人、私はめんどくさがり屋なので、何かそういう悔しい、もっとやりたいって思う瞬間が結構頻繁にないと勉強が続かないんです。で、私の勉強を思い返してみると、私の他の言語の勉強を思い返してみると、確かに英語も、小学校から大学までずっと勉強してたけど、話す機会がなかったので、
自分喋れないんだ、悔しいっていう思うことが全然なくて、それまでの上達はすごくゆっくりだったのに対して、ドイツに行って、英語を実際に話さないといけない、そうじゃないと友達ができないっていう状況になって初めて、わあ、全然わかんない、悔しい、もっとやんなきゃ、もっと勉強しなきゃって気づいて、3ヶ月で猛勉強して、急に上達したんですね。ちなみにこの3ヶ月で猛勉強して上達した方法については、以前他のポッドキャストで他のエピソードで話したので、これもキャプションに載せておくので、ぜひ確認してみてください。で、ドイツ語は結局最後までそんなに悔しい、使えないって思う経験がなかったんですね。というのも当時、留学生としてドイツにいたので、留学生って留学生同士でみんなつるむことが多いので、結局、何でもかんでも英語になってしまって、で、ドイツ人って英語を話せる方が多いので、カフェとかでも英語で行けたし、で、もしくはカフェとかって、まあ、喋るって言っても、カードで払います。これください、水くださいとか。なので、そんくらいは話せたので、それ以上話せないから悔しいっていう経験もしなかったんですね。だから、あんなに1日5時間とか勉強してたんだけど、自分は何が話せないのかとか、どれくらい実際に聞き取れないとか、そういうことを実感する機会が少なかったから、自分の勉強方法が間違ってたとか、そういうことにも気づかずに、結局上達しなかったっていうことなのかなと考えています。で、もし皆さんは日本に住んでいるなら、その日本で悔しいと思う経験は作りやすいと思います。例えば、私みたいにダンス教室みたいな趣味の教室に通うとか、日本人がやってるボランティアワークに参加してみるとか、なんかトークイベント、人と話せるようなイベントに参加するとか、で、できれば日本人の友達を作るとかね。いろいろ方法はあると思うんですけれども、もし日本に行けないとしても、日本語を強制的に、反強制的に、しかも定期的に話さないといけないっていう環境は作ることは可能だと思います。それこそ、その1週間に1回日本語の授業を受けるとか、あとはオンラインのトークイベント、話すイベントに定期的に参加するとか、あとは JLPT や作文大会などに申し込んで、その日程を、スケジュールを決めるとか、この強制させるような勉強方法に関しても、以前他のエピソードで話したので、ぜひそっちで詳しく聞いてほしいんですけれども、こういった、緩やかな強制とか、あとはその JLPT とかいう目標とか目的を持つことは、モチベーションを保つためにもとても重要ですよね。人によってはこういう目標とか目的なしでも、最初に言ったみたいに日本語を勉強すること自体が楽しくて、その過程を楽しめるっていう人もいると思うんですけれども、日本語の勉強ってすごく大変なので、なかなか上達を感じられない時期もどうしてもあるから、そういう時に目的も目標もないと、途中で、あれ、なんでこんなことやってるんだっけとか、割に返ってしまうこともあるので、私はこういう JLPT とか日本語のレッスンとか、何か、スケジュールとか目標、達成したいこととかを設定すること、そしてこまめに設定することをお勧めします。それでは最後の、
日本語がなかなか上達しない原因が、恥ずかしくて使わないことです。これはもういろんな人がこういうことを言っていると思うので、あんまり説明しなくても皆さんわかると思うんですけれども、一つ私が言いたいことは、言語学習って素晴らしいメンタルトレーニングでもあるなと感じています。大人になってからって、まあ仕事とかではちょっとありますけれども、その何かをゼロから学ぶとか、完全な初心者になるとか、できなくて悔しい、恥ずかしいとかいう経験をすることって結構貴重ですよね。が、子供の時に学校に行ってる時とかは、やりたくてもやりたくなくても、その学校でやらないといけないことはやらないといけなかったので、例えば体育の授業苦手なんだけど、私すごい下手なんだけど、すごい恥ずかしいんだけど、やるとか、新しい数学の範囲全然わかんない。もう未知の世界。だけど、やらないといけないっていう風に、新しいことに挑戦する。恥ずかしくてもやるっていう経験をたくさんできていたと思うんですけれども、大人になってからは、やっぱり自分が楽だなと思うものを選んでしまって、よく言うコンフォートゾーンにとどまりがちですよね。で、新しい言語を学んで、それを実際に使ってみる。そんなに話せないんだけど、実際に使ってみるって、すごく刺激的な体験ですよね。私にとっては、例えばみんなスペイン語わかる。自分だけわかんないっていう環境に身を置くと、まるで自分だけ障害がある、自分だけハンディキャップがあるっていう気持ちになって、久しぶりに、悔しいっていう気持ちを感じられるし、そこで謙虚な姿勢で頑張って学ぼうっていう風に感じられるので、その人間として、大人として謙虚さを保つっていう点でも、言語学習っていいトレーニングかなと思っています。実際に、日本に住んでいても、スペインに住んでいても、英語圏じゃない人たちは、観光客として遊びに来ると、頑張って彼らの外国語である英語とか、スペイン、ごめんなさい、日本語とかを使って、頑張って話そうとして、なんか通じ合わなかったらごめんね、話せなくて、みたいなことをよく見るけど、逆に私が結構高確率で発見するのが、英語圏から旅行してきた英語しか話せない観光客が、その現地の人に超高速の英語で話しかけて、その人がわかんなかったら、なんで英語わかんないのみたいな逆にびっくりしているっていうのをよく見て、なんかそういう一カ国しかわからん、一カ国語しかわからない人って、なんか、横柄な態度になりやすいのかなっていう、ちょっと自分が偉いみたいな態度になりやすいのかなとか、あとそういう人に限って、その人は英語しか話せないのに、なぜか他の人の英語をバカにしたり、発音を注意したりしているっていうのをよく見るんですけれども、もちろんね、全員が全員そうっていうわけではないけれども、逆に自分自身が、その、新しい言語を学んで話せないっていう経験をしたことがある人は、他の時に、他の人が話せない時、言語があんまり分かってない時とかに、すごく丁寧にサポートしてあげたり、分かるようにゆっくり伝えてあげたり、もしその人が会話に入れてなかったら、言語を切り替えてあげたりしていて、その優しさとか他人への理解、共感も見られるので、やっぱり言語を学ぶことって
素晴らしい人生経験だと思うんですね。なので、もし今日本語を勉強していて、でも他人の前で使うの恥ずかしいな、下手って思われたら嫌だな、こんな下手なのに偉そうに喋ってるとか思われるかなとか、いろいろ気にしてしまっている人がいたら、ぜひこれこそ自分が人間として成長するチャンスだと思って、なんで恥ずかしいと思ってしまうのか、他人からどう思われているのか、気にしてしまっているのかとか、ちょっと自分を分析したりして、で、ちょっと勇気を出して挑戦してみるっていう、あの素晴らしい人生経験としてやってみたらいいんじゃないかなと思います。皆さんは、この3つの私がやってしまったミスの中に何か自分もやってしまったこととか、逆に自分はこれやったから、上達できたとかいうこともしあったら、ぜひコメント欄でシェアしてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!